こんにちは。チームマダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はマダムに代わりナレーターのスーがメルセデス・ベンツのショートトピックス S クラスの軌跡をお送りします。メルセデス・ベンツのフラグシップモデルである S クラスは、かつてドイツ語で特別なクラスを意味するゾンダークラスとして知られていました。その後、略称であった S クラスが世界的に認知されるようになり、1972年 W116 の発売を契機に S クラスを正式名称として導入することになりました。この S クラスのモデルシリーズは、豪華さ、快適さ、運転の安全性の代名詞であると自らメルセデスが宣言しています。そのためブランドの評判に永続的な影響を与えてきましたが、それは常に時代のトレンドと要求に応えてきたメルセデスの哲学に従っています。それではメルセデス・ベンツ S クラスの軌跡本編スタートです。S クラスの直接の祖先は1951年に始まります。それはメルセデス・ベンツが第二次世界大戦後初めて高級セグメントに復帰し発売した220モデルと呼ばれるシリーズでした。そのモデルである W187 と W186 は世界同時発売され、あの名車メルセデス300が登場しました。これはドイツで量産車で最大かつ最速の車であり、他の高級車を測る基準となりました。また、このメルセデス300は、通称アデナウアー・メルセデスとも呼ばれています。これは、ドイツ首相コンラート・アデナウアーのお気に入りの公用車であり、国賓クラスの送迎に使われることで世界中から注目を浴びたことに由来します。そして、1954年には次世代の S クラスとなるメルセデス・ベンツ W180 が登場しました。W180 は一体化されたボディ設計を特徴とする最初のメルセデス・ベンツ6気筒車になります。このモデルの特徴的なところは、従来の独立したフェンダー部をボディと一体化したポンツーンボディが挙げられます。そのため、ニックネームはポントンメルセデスと呼ばれるようになり、従来のメルセデスのデザインとは一線を画したキュートなデザインは、多くの人に親しみを持って迎え入れられました。それを証明するように、国々によって様々な愛称で呼ばれたポントンメルセデス。北米ではバスタブ、日本ではダルマと呼ばれ親しまれておりました。1959年に導入された111、112のシリーズは通称テールフィンモデルと呼ばれています。それはテールエンドを飾る控えめなフィンからそのニックネームが付けられました。メルセデス・ベンツは高価なアデナウアーや高級なグランドツアラーで名声を博した自動車メーカーとして浮上しましたが、同社の収益の大部分を占めていたのはシンプルなユニボディのポントンでした。ポントンを置き換える作業は1956年に始まり、今まで以上に乗客の快適性と安全性を重視した設計が行われました。基本的なポントンのキャビンは大きく改良され、幅が広く、そして四角くなり、温室のような大きなガラス面によってドライバーの視認性が向上しました。そして、この車の設計における特筆すべき点は、衝撃時の運動エネルギーを吸収するための前後のクランプルゾーンでした。ベラバレニと呼ばれる安全シェルが量産車に初めて採用されたため、自動車の歴史におけるマイルストーンとなりました。そして、1963年、メルセデス・ベンツは当時のすべての技術を注ぎ込んだスーパーフラグシップ、メルセデス600を発売しました。通称は、グランドメルセデス。あのアデナウアーの後継者として誕生しましたが、現代のマイバッハブランドの前身としても知られています。数少ないライバル車であるロールスロイス、ベントレー、リンカーンコンチネンタルなどにも上回る快適性と装備、そして、運動性能においても、大柄なボディサイズでありながら、ポルシェと峠道で一歩も引けを取らないという、まさにぶっ壊れた究極の超高級車、それがグランドメルセデスです。
ボディサイズも様々なバリエーションが展開されておりましたが、リムジン仕様は言うに及ばず、自らハンドルを握るオーナードライバーにはショートホイールベースが提供されました。また、生産は1963年から1981年までと驚くほど長期間にわたり、世界の VIP4 人に1人が買ったと言われる歴史的な名車です。なお、このモデルに関しては、別動画グランドメルセデスで深掘り解説していますので、よろしかったらそちらをご視聴くだされば幸いです。メルセデス600で当時の技術的に可能なものの頂点を示したメルセデスですが、1965年、早くもテールフィンモデルの後継車種を発表します。それが W108、109と呼ばれるシリーズです。全モデルのアイコンとも言うべき、テールフィンを廃止したデザインは、エレガントなサルーンとして女性層を含む幅広い層からの支持を受けました。これは、欧州のみならず北米や東南アジアを含む輸出市場でも成功を収めることにつながり、S クラスにおける新たなマーケティングの指標にもなりました。そのような中で、メルセデスはさらなるパフォーマンス向上を目指し、シリーズのハイライトとも言うべきメルセデス・ベンツ 300SEL6.3 を発表しました。これは、グランドメルセデスに搭載されていた 6.3 リッター V8 エンジンに置き換えたもので、その結果、マッスルカーの性能を備えた約2トンのスポーツセダンが誕生することになりました。実は、このプロジェクトはメルセデスの開発プランにはなかったものなのですが、社内エンジニアのエリック・バクセンバーガーによって民間ベンチャーとしてスタートしたものです。それをメルセデスが追認する形で市販化を決定。その結果、その時代と自動車のスタイルとしては驚異的なレベルのパフォーマンスが得られることになりました。なお、この SEL6.3 は、維持にかなりの費用がかかることでも有名ですが、非常に収集価値が高いコレクターズアイテムとして、最近特に人気の出ているクラシックメルセデスとなります。以上で、メルセデス・ベンツ S クラスの軌跡パート1を終わりたいと思います。今回ご紹介させていただいたモデルは、カタログ名称こそ S クラスではありませんが、メルセデス社内においても、S クラスとして認知されているモデルを取り上げさせていただきました。次回、パート2では、カタログモデルとして正式名称になった初代 S クラスから現行モデルまでを、簡単ではございますが、ご紹介させていただこうと思います。それでは、長らくご視聴くださり誠にありがとうございました。お聞き苦しい点や言い回しなど多々至らぬ点は、どうかお許しください。それでは、次回、またお会いしましょう。さようなら。